いこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回はキファインのニューモデルデルシーです。キファイン、まだ馴染みがないかもしれませんが、昨年プレイナードライバーモデルのフレイナーでデビューしたブランドです。去年の10月にデビューしたよね。あれからもう5ヶ月も経つんだ。今回もプレイナー、それともハイブリッド？今回は 1DD モデルだよ。価格は1万円前後のようだから、ミドルクラスの中でのエントリーモデルかね。1DD モデルは1000円切るぐらいからあるじゃん。それじゃあダメなの？別にダメじゃないよ。聞く人の自由だし、私も1000円台のモデル、こないだレビューした KZ の EDX シリーズとかで音収録のモニターすることもあるし、購入者サイトのこだわりと予算次第ってことですよね。そういうことになるね。パッケージ内容はこんな感じね。キャリングケースがついてる。みんなキャリングケースって使ってるのかな？ジャックさんは？しまってあるよ。だから綺麗。バンドルケーブルはクレイナーの時もいいなーって思ったけど、聞いてみてこのケーブルもいいと思ったよ。クレイナーのバンドルケーブルとは構成が少し違うけどね。詳細は上の資料を見てね。外観はまず小ぶりです。CNC 加工による立体成形で素材がアルミニウム合金なので、資料だと硬さは 5.3g ですが実測は 4.9g でした。堅牢なのに軽く、耳へのフィット感もいいですよ。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ。振動板が DLC ダイヤモンドライクカーボンプラス PU の複合素材で作られてる。詳細は上の資料を確認してもらうとして、この資料では低域がパワフルで明るいサウンドってことだけど、実際どうだった？その通りだと思ったよ。デルシーのシングル波形はこうなってる。パッと見低域は突出してるようには見えないけど、聞いた感じとのギャップはあるね。中高域がちょっと弱めに見えるけど。そうだね。その分5から7キロへ向かっていく部分で減衰させず、ここで明るさを保ってる感じかな。あとは後半の聞いた印象でね。先行してデルシーの波形を見ましたが、イヤーチップの比較波形を見てみます。6から7キロあたりではバンドルイヤーチップ2種がこの比較では中間的な出方になっていますね。10キロあたりではバンドル1の少し内径を絞ったタイプの落ち方が中間的なので、このあたりを見ながら調整していくと良さそうです。ちなみに今回のサウンドチェックと視聴はディバイナスベルベットでするんですよね。そうだね。個人的にはこの出方でしっくりきたのでね。サウンドチェックで一緒に聞くモデルはこれ。EPG スター1とトリポウィン HBB オリーナ。どちらも 1DD モデルで価格帯が1万から1万5000円ぐらい。オリーナお久しぶり。低域、中高域、高域の違いが割とはっきり出ているんで、この辺りの違いを聞き比べつつ、デルシーの雰囲気をつかんでもらえればと思うよ。音質調整の基準はデルシーね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
本での比較だと愛はオリーナがいいなーって思いました。中高域以上のバランスが好きですね。スター1は3から5キロあたりが目立って6キロあたりを落としている感じが比較するとよくわかるよね。実機ではオリーナもスター1もお気に入りなモデル。でもオリーナにもう少し低域があってもいいかなーって思うようになったんで、好みの音って変化するんだなーって思った。デルシーは好みモデルを上回る空間の広さを感じたね。2から4キロあたりは比較の通りちょっと控えめで、出音の違いが割とはっきりしていたんで把握してもらえたんじゃないかな。さて、デルシー実機を聞いた印象だけど、今回はリケーブルしたの？いいや、バンドルケーブルとの相性いいからリケーブルはしなかった。じゃあ聞いた印象いくよ。低域。ドラムのキックはやや量感優位だけどアタックもしっかりしている。フロアタムの迫力も申し分ない。ジャックさん、フロアタム好きなの？別にそういうわけじゃないよ。リファレンス曲での判断ポイントの一つだね。やっぱりフロアタムの迫力があると、おお、いいなーって思うわけ。そういうもんか。続けるよ。スネアの響きが太くてリズムセクションがどっしり安定している。シンセベース、こんなに太かったっけっていう鳴り方でグイグイ来る感じ。でも他の帯域を邪魔するような量感ではなく、ラインも追いやすい。低域の質感、いいねー。中域。あまり減衰していないような形ではあるけど、全体のバランスで見るとやや減衰幅が広く弱いドンシャリ傾向かな。中高域。ボーカルやサックスなどのメロディーは極端に前へ出ることなく、バックのサウンドと馴染みよく、やはり立体的。3から4キロあたり平坦なので波形だけ見てると中高域は物足りないかって思うけど、そんなこともない。確かに聞いてみると波形とのギャップは感じます。と言ってもプラス方向のギャップですよ。広域。シンバル系はハイハットの刻みは細くなりすぎず、存在感を示しつつやや後ろにいるイメージで、曲によっては上の方から聞こえてくることも。低位感いいなー。クラッシュシンバルはやや太めで芯のある響き方。スプラッシュシンバルもいいわー。全体の印象は？最初に聞いた時から空間がとても広く感じた。ダイナミックドライバー1機でも臨場感たっぷりでとても立体的。各楽器がうまく混ざりつつ分離しつつという感じ。その効果か普段聞き取りにくいバックの音まで拾ってくれるので、曲の印象がちょっと変わる。バランスはやや低域寄りに感じるが、その低域の質感がいいし、聴いていてかなり楽しい。音量を上げて聴いていてもあまり聞き疲れしないといったところかな。気に入りました。いいねー。キファインというブランドはまだ耳慣れないかもしれませんが、ファーストモデルのクレイナーもいい印象でしたし、今回のデルシーもかなり良かったです。ミドルクラスのエントリーモデルとして手の出しやすい価格だと思いますので、検討してみてもいいんじゃないかと思います。ということで、キファインの 1DD モデルデルシーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。